皆さん、こんにちは。日本語のポッドキャスト、ゆかの日本語カフェです。皆さん、お久しぶりですね。前回の動画から今日の動画までで、1ヶ月半ぐらいあったかもしれないんですけど、もう私の服装が、もう冬の服装になってますよね。今日の天気予報は、18度ぐらいって書いてありましたね。最高気温が18度ぐらいで、はい、ちょっと肌寒い季節になってきました。はい。で、今日のポッドキャストのテーマは、何々っていう言い方です。皆さん聞いたことがないかもしれない。聞いたことがない人が多いかもしれないんですけど、この何々っていう言い方は、その JLPT の中にはないと思うんですよね。教科書にもないし、JLPT の中にも出てこない、本当に教科書にないリアルな言い方です。なので今日は皆さんこのネイティブがよく使うリアルな言い方を覚えてもらえたらいいなと思います。どうして私が今日このテーマを取り上げたかというと、レッスンをしている時に私の生徒がど田舎って言ったんですよ。で、この表現はやっぱりさっきも言った通り、教科書にないので、私は最初ど田舎この生徒は本当にど田舎って言ったのかな。でもこの表現は教科書にないし、私は聞き間違えたのかなって思うぐらいすごいネイティブな表現です。なので今日はその何々っていう言い方を皆さんにシェアしたいと思います。まずはじめにの意味を説明したいと思います。の意味はとてもとかすごくっていう意味があります。なのでさっき私の生徒が言った田舎っていうのはすごく田舎、とっても田舎の場所っていう意味になります。私の生徒は、私はど田舎に住んでるからって言ったんですよね。で、すごく田舎とか、とっても田舎ですよって言ったんですけど、そのレベルはすごいですよ。もうちょっとの田舎ではないですね。もうど田舎って言ったら、うーん、もう本当に人も少なくて、電車とかバスもない可能性もあるし、あったとしても1時間に1本しかないとか、2時間、3時間に1本しかないとか、あとは自分の家と隣の人の家の距離がすごく長いとか、あとは一番近いスーパーとかコンビニまで車で30分かかりますとか、それぐらいのレベルの時にをつけます。で、田舎以外にもよく使う表現があるので、それを皆さんに今日シェアしますね。二つ目ですね。二つ目は、ど真ん中です。真ん中は皆さん勉強しましたよね。みんなの日本語とかね、勉強したと思うんですけど、ど真ん中っていうと、もう本当にその中心っていう意味があります。例えば皆さん、アーチェリーわかりますか？はい、この辺にあると思うんですけど、アーチェリーのこの的の真ん中、この赤い部分をど真ん中と言いますね。もう本当に真ん中です。あとは例えば有名なのは、渋谷のど真ん中っていうと、スクランブル交差点がある場所。あそこが渋谷のど真ん中です。三つ目は、ど素人です。素人という言葉わかりますか？素人というのは完全な初心者、経験がゼロという意味です。なので、ど素人と言ったら、もう本当に経験がない、知識もない、何もわかりませんっていう状態です。例えば、料理はど素人ですって言ったら、今まで一度も料理をしたことがないし、料理に関する知識もゼロという意味になります。四つ目は、ど忘れです。ど忘れは完全に忘れる。突然思い出せないという意味になります。もう頭の中にそのことがもう全部こう抜けてしまって何も思い出せない。急に忘れちゃったっていう時に、ど忘れしちゃったってよく使います。例えば皆さんよくあるかもしれないんですけど、なんかパソコンとかスマートフォンで何かにログインしたい時に、パスワードをど忘れしちゃったっていう経験はありませんか？ありますよね。私は時々あります。はい。次、五つ目は、ド派手です。
派手の意味は、目立っているとか、派手の反対は地味ですよね。明るくないとか、目立っていないっていう意味になるんですけど、ド派手っていうと、例えばもう全部赤い服を着ているとか、私すごい好きなんですけど、ヒョウ柄こういう柄の、なんか、靴とか、カバンとか、私はワンポイントがあるのは好きですね。全部がヒョウ柄っていうのはあんまり好きじゃないんですけど、あの、そういうヒョウ柄全身ヒョウ柄とか、全身赤とか、全身ピンクとか、そういうのはド派手って言いますね。あとはアクセサリーをもうたくさんじゃらじゃらつけている状態もド派手と言います。例えば車の色、いろいろな色がありますけど、全部赤い、真っ赤なスポーツカーとか、なんかピンクとか、あんまりないですけど、ピンクの車とかだったら、あれはド派手ですね。はい。で、次、6つ目は、ドケチです。ケチっていう言葉、皆さんわかりますか？ケチっていうのは、そのお金に関することなんですけど、お金を使いたくない、お金を出したくない人という意味になります。なので、ドケチはもうすっごくケチで、お金をもう全く使わない、ほとんど使わない人という意味になりますね。例えば友達と出かけた時に、今日は私がお金払うよとか、割り勘、私が食べた分は私が払って、友達が食べた分は友達が払うっていう割り勘だったとしても、半分にしたときに、あなた365円だから365円ちょうだいとか、もうこの1円単位で言う人ですね。はい。で、7つ目は、ど根性です。根性というのは、諦めない強い心があるっていう意味なんですけど、ど根性だったら、もう本当に、もうそれに向かって頑張る。諦めない。もう絶対に諦めないという意味ですね。ど根性で最後まで走りましたとか。例えば、フルマラソンは 42.195 キロありますよね。それは本当に根性がないとできないと思います。完走することはできないので、ど根性が必要です。いろんなこともそうですね。日本語の勉強とかも、根性は必要です。はい。次、8つ目は、ど下手です。下手は皆さんわかると思います。ど下手って言うともう本当に下手の中の下手っていう意味ですね。はい。もう全然できない。例えば、歌がど下手でカラオケは苦手ですとか。ドラえもんのジャイアンって言いますよね。ジャイアンは歌がすごい下手です。ど下手です。だけど自分では歌手だと思っている。はい。次、9つ目。9つ目は、ど真面目です。真面目っていう言葉も皆さんわかると思いますけど、ど真面目って言うともう本当に冗談も通じない、真面目すぎる人ですね。本気にしすぎてしまう人。最後は、ドアップです。アップって皆さんわかりますか？スマートフォンとかで、例えば今私とこのカメラの距離は、ちょっと距離があるんですけど、アップっていうと、もう本当に近い。もっと、もっと近いぐらいの、距離になります。それがアップって言って、ドアップっていうともう多分ここの画面全部が私の顔っていう状態がドアップで。ちょっと恥ずかしいですよね。友達が、例えば私のドアップの写真を撮ったら、ちょっと恥ずかしいと思います。はい。そんな感じで、よく使う表現、10個皆さんにシェアしたんですが、皆さんは、この表現、何々っていうのは、すごくカジュアルな表現で、ビジネスの時、仕事をする時、お客さんに対して使うとか、作文に書いたりとか、そういうのはできません。友達とか家族とか、カジュアルに話すときに使ってください。はい。あとは、とてもっていうのをもっと強調したいっていうときに、何々っていう表現を使います。皆さんは何か下手なこととか、なんか、ドケチですとか、なんか、忘れしてしまったこととか、なんか、田舎に住んでますとか、なんかそういうのありますか？あったらぜひ、コメントで書いて教えてください。
このど何々のこの何々の部分は、な形容詞と名詞と、あとは動詞のます形でますをカットしたものを使うことはできるんですけど、全部の言葉を使うことはできません。その慣用句としてよく使う表現が固定されているので、さっき私がシェアしたこの10個の言葉、はい、これはよく使いますので、これだけ覚えれば、もう皆さんの日本語はすごく上手になります。ネイティブと同じぐらい。多分日本人がこのど何々っていう表現を聞いたら、びっくりすると思います。私もその生徒がど田舎って言って、自分の聴力を疑うぐらいだったので、はい。本当にネイティブですね。日本語学習界隈の方たちは、N0 っていう表現しますよね。N1 よりももっと上のもうネイティブレベルのレベルを N0 って言うんですけど、本当にこのど何々っていうのは N0 レベルなので、ぜひ皆さん今日はこのポッドキャストを聞いて覚えてください。で、皆さんこのポッドキャスト、この動画がいいと思ったら、いいねと、あとはチャンネル登録してない方はチャンネル登録、あとはコメントもぜひお願いします。皆さんのいいねとかコメントとかが多ければ多いほど、私のモチベーションにもつながるし、もっと動画を作ろうって思えるので、本当にぜひ、お願いします。あとは、インスタグラムもやってて、インスタグラムでは、JLPT の問題だったり、あとはショートポッドキャストとか、そういうのを投稿しているので、ぜひ、フォローもお願いします。あとは日本語のレッスンを受けてみたいという方がいたら、ぜひ、インスタグラムの中の、このリンクから、予約してください。はい。じゃあ、ここまで聞いてくれてありがとうございました。また次の動画、ポッドキャストで会いましょう。バイバーイ。